破るんだよ。今回は僕の友達じゃなくてライバル紹介になるのかな。バブルボブルの時からずっとシリーズに登場してる敵キャラクタードランクの紹介をするよ。名前はドランク。僕とボブルンをカワハキドラゴンの姿に変えた張本人だよ。いたずらばかりしてる悪い魔法使いなんだ。海外ではボナーって呼ばれることが多いけど、他にも日本と同じドランクやビリー・ホイッスル、ドレッグって呼ばれてたこともあるんだって。海外でバブルボブルのアーケード版や家庭用ゲーム機版を発売するとき、その国に合わせてキャラクター名が翻訳された結果、いろんな呼び方が生まれたみたい。最近はボナーで統一してるよ。僕たちの一番最初のお話、バブルボブルの時から登場してるボスキャラクター。僕の永遠のライバルになるのかも。地下100階まである洞窟の一番奥にいたのがスーパードランク。道中にたくさん現れるのがドランクって呼ばれてるよ。でも実はスーパードランクの正体は僕たちの両親で、真の宿敵に姿を変えられて操られていたんだ。その後もドランクはバブルシンフォニーやパズルボブルシリーズにも登場してきていたずらしてるんだ。だから今僕たちにいたずらしてきてるドランクは道中にたくさん現れてたドランクの生き残りなのかも。バブルシンフォニーではクルルンたちまでアワハキドラゴンに変えられちゃったし、パズルボブルジャーニーでも僕たちの冒険の邪魔をしてきたり、バブルボブルフォーフレンズでは僕たちは子供部屋のおもちゃだったんだけど、ドランクより僕の方が子供部屋の主の近くで見てたことに嫉妬されて、杖でポカポカ殴られたよ。パズルボブルエブリバブルでミニルンたちにいたずらしたのもドランクだったしね。すごく怒りっぽくて、ちょっとしたことでもすぐ顔を真っ赤にして怒ってるよ。魔法使いだからいつも杖を持ってるみたいだけど、怒りのせいか杖で魔法を使うよりも先に持ち歩いてる瓶を投げつけてくるよ。魔法使いなのに魔法は使わずに物理で殴ってくる感じだね。 RPG で言うと実は魔力より攻撃力の方が高いタイプだったりして、ずっと僕たちにいたずらしてくるぐらいだからすごく執念深いんだろうな。誕生日は2月28日。寒い季節の生まれなんだね。何歳なんだろう。そういえばバブルシンフォニーの時にお前たちのおじいさんに受けた恨み、今こそ晴らしてくれるって言ってたんだ。僕たちのおじいさんに長い間恨みを抱いていたってことは、こんな見た目だけどもしかしたら結構年上なのかも。大人げないな。少なくとも精神年齢は僕の方が上だね。友達はマイタやモンスター、センちゃんとかは昔からドランクの子分みたいだけど友達とは言えないだろうし、デビルンとも同じ悪役同士、ラスボスの座を争ってるみたいだし、もしかしてドランク友達いない？友達とは言えないだろうけど、パズルボブルエブリバブルに出てきた方法はドランクの元師匠で薬作りを教えてたみたいだよ。あとはリベルの図書館に夜こっそり行ってるって噂を聞いたんだけど、もしかして実は仲がいいのかな。ドランクに仲のいい友達ができたらちょっとは丸くなるのかも。レインボーアイランドの魔法使いの森に住んでるよ。その中にある洞窟を魔法の研究室にして暮らしてるみたい。島の人たちも怖がってこの魔法使いの森にはあまり近寄らないようにしてるんだ。僕たちみたいに森に迷い込んでいたずらされちゃったら大変だもんね。好きなものは自分で作ってるお手製のドリンクみたい。どうやらいつも持ち歩いてる瓶にはそのドリンクを詰めてるみたいなんだ。何が入ってるかよくわからないし、ドランクは魔法使いだから魔法のドリンクかもしれないし、怖くて飲めないな。そういえばバブルボブルではいろんな色の魔法のドリンクが出てきたけど、
もしかしてトランプが作ってたやつだったのかな。僕、飲んじゃってたかも。嫌いなものは僕、バブルン。みたい？こんなに長い間付きまとわれてるのも、僕が嫌いだからってことなのかな。他の人から嫌われちゃうの、嫌だな。でも、いつそんなに恨みを買っちゃったんだろう。イメージカラーがグリーンで僕と被ってるから、僕からグリーンの主人公の座を奪おうとしてるとか？そうはさせないぞ。特技は変身魔法。つまり僕たちをカワハキドラゴンの姿に変えちゃった魔法だね。美味しい食べ物を出せる魔法とか、お花畑を出す魔法とかが得意だったら、もっと平和だったのにな。趣味はいたずら。僕たちを変身させたり、ミニルンの泡を止まらなくさせちゃったり、出演作品のところでも紹介したけど、いろんないたずらをしてきてるよ。許せるいたずらと許せないいたずらがあるよね。僕はこの前、ボブルンのシュークリームの中にマスタードを入れるいたずらをしたけど、いたずらするなら、そういうかわいいいたずらじゃないとね。ダメ？将来の夢は世界征服みたいだよ。でもどんな世界征服を目指してるんだろう。世界中をアワハキドラゴンに変えちゃうとか？パズルボブルエブリバブルの時はレインボーアイランド中が泡だらけになっちゃったけど、ゆくゆくは世界中を泡だらけにすることを企んでるのかも。そんなことがないように僕が何度でも止めるけどね。トランプの紹介どうだったかな。次はプールンの紹介をしたいなと思うよ。次回の動画も楽しみにしててね。